はい山、こういう雪質ね、すごくグリップしますね。こう積もりたてみたいなやつ。あ、やべえ、これやばくね。大丈夫なのかなこれ。大丈夫なのかなこれ。すごいな。これ大丈夫なのかな。本当？後ろはいいとしても、危ねえす。こけた。すごい、めっちゃ埋まってる家が。めっちゃ滑るぞこれ。うわ、滑る、すげえ滑る。こっちは全然積もってねえ雪。じゃあちょっとこの山道ドライブを楽しみましょう。水だらけの道、ちょっと眩しくなってきたんでグラサンかけますね。こけた。こんな感じかな。こんな感じかな。よいしょ。こんな感じ。こうかな。よし。やべ、こけた。痛えわ。じゃあ行きましょうね。後ろは来てないし OK だね。普通にグリップしますからね。やべ、凍ってるよ。おはようございます。マジか。行きまーす。衛星を受信しました。ほらね。でもやっぱこうアクセル踏みまくるとダメだな。やっぱりね、加速はね、凍っていってる。ダメだ。ハイギアードのギア選択すると、いいですね。運転しやすいです。逆にね、ローギアだと、アクセル踏むとこんな軽自動車でもすぐにタイヤが空転してしまうので、4速ホイールスピンありえますね。今標高が608メートルですね。基本なんか滑る前提でね運転してればそんな怖くはないですね。2度もある。マイナス2度。マイナス2度。でもね、こういう雪道はね、分かりました。こういう雪道は、安心して走れますね。逆にね、凍結してなければ。凍結しちゃうとね、スタッドレスの進化が発揮できないですね。そんなにトンネル入っちゃったんだけど。
心ですね。そういえばさっきバイク乗ってる人いたんですよ。やば猛者だなと思ったら郵便の人でした。最近の株は LED になりましたね、ライトが。だからね、一見株って分かりませんでした。どんどん LED 化の波が遅くて待っております。GPS シグナルがロストしたようですね。もうちょっとした方がいいかな。トンネルの外を出ると一面の雪景色。ちょっと割と急ブレーキなんですけど、全然あれですね、あれってなんだよって感じなんだけど、そのスリップしないです、意外と。こういう道は結構安心ですね。なんかまあちょっとね、ハンドルクイクイってこじっちゃってね、これ窓凍ってますね。分かった、これこうした方がいいね。窓に熱風を当てるっていう感じです。これね、制御できてるね。たまにこうブレーキかけつつちゃんとタイヤがグリップしているか確認を行った方がいいですね。やっぱちょっと寝不足だけあってちょっと眠いっすね。これは溶けてくるんじゃないですか。溶けないか。傷ついちゃうよ。これで燃料カットです。今は猪苗代湖に向かってます。もともと東北はね、冬来たのは大学4年の時3月ですね。ソアラに乗ってきました。雪がね結構残ってはいたんですけど、やっぱねこう3月ぐらいになってくると多分だんだん雪の量減って、道路はもう完全に乾いてるような感じで、そのノーマルタイヤでもいけちゃいましたね。ダメですけど。だからね、今回はねこう雪道を走りたくてわざわざ来てるんでね、わざわざですよ。いや、ここは公道なんでね無茶できないですけど、ちょっとどれくらいやったら滑るのかみたいな挙動を知りたいですね。大きな広場とかでちょっとどうなるかやりたいんですけど、あとアイスバーンを体験したいですね。この辺の雪質だったらもう全然もうほんと、不安なくって言ったらあれだけど、もう全然安定して走れますね。楽な道です、これは。粉雪が待ってます。レイク猪苗代。
ちゃんといいスタッドレスタイヤ履かせたら多分ね超いいね。4輪駆動だし、わあすごい、今のいいな。ちょっとシーンとした山の中でゆっくり自然の声を聞きたいですね。あっと踏みました。何かという感じですね。